相手の意見も尊重しましょう。二人の意見が違っても、どちらか一方が正しくてどちらかが間違っているとは限りません。両方正しいこともあります。自分と意見が違っても、あなたは間違っているので私に合わせなさいではなくて、私の考えとは違うけど、あなたの考えていることはわかるという姿勢が大事です。ただこうしてほしいことを言うのではなく、相手を尊重しながら自分の気持ちも尊重する。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回の動画で周りに服従してしまうアダルト・チルドレンの直し方について話しました。周りへの服従をやめるためには自己主張は欠かせません。以前、アダルト・チルドレンは自己主張が苦手、直し方という動画で自己主張の基本的な方法を少し触れましたが、この動画では自己主張が苦手なアダルト・チルドレンが上手に自分の主張を通す方法や、言えない人が自分の気持ちを伝えたり、自己主張ができるようにもう一歩進んで詳しく掘り下げたいと思います。では、まずアダルト・チルドレンはなんでここまで自己主張が苦手なのか、背景を考えてみましょう。以前のアダルト・チルドレンは自己主張が苦手、直し方の動画の中で、愛されて育っていない人は愛情飢餓から人に嫌われることが普通の人以上に怖くなるという話をしました。また、怖い親に育てられた人などは文字通り人が怖くなるという話もしました。こうなれば自分の意見は怖くて言えません。他にも小さい頃に自分の気持ちを出すと親に不機嫌になられたり無視されていたような人は心のどこかで自己主張をすることは危険だとインプットしているかもしれません。つまり小さい子供は誰でも愛されたいんです。甘えたいんです。自分を中心にしてほしいんです。気持ちを汲んでほしいんです。これは本性的な欲求なので、ちょっとしてほしいというレベルではなくて、ものすごく大きい欲求です。でも心が未成熟で子供を愛せない親のもとで育った子は、そのものすごく大きい欲求を無視されているんです。だからものすごく傷ついています。このような人は意識のレベルでは忘れていても、実際にはものすごく傷ついているから拒絶が怖くなっています。そこでこれ以上傷つかないように自分の本性を偽るという苦肉の策を講じるかもしれません。それがノーと言わないで自分を犠牲にする、誰にも助けを求めないで自分だけで何とかしようとする、このような生き方です。社会の中ではっきりと自己主張ができないでいると、黙っててもわかんねえよ、思っていることを言えよ、生きてんのなどと言ってくる人がいます。アダルト・チルドレンの問題はわからない人にはわかりません。仮にたくさん勉強したとしても机上の空論でしかありません。複雑な心は体験しないとわかりません。だから心のない言葉を浴びせられても何も事情がわからない人の言葉です。絶対に真に受けないでください。愛のある家族の中で育ってきた人は本性を偽る必要がありません。人は本性で生きられるから自分の気持ちや好きなことなどが分かるようになるし、自分の意見を持てるようになります。そして自分の意見や気持ちを家族が尊重してくれるから、
意見を言っても周りには嫌がられないし、自分は意見を言っていい存在だと思えるようになります。多くのアダルトチルドレンはこれの真逆なんです。本性を偽らないと生きてこられなかったんです。本性を出すと無視されたり、嫌な顔をされたり、雑に扱われているから、意見を言うと嫌がられるし、自分は意見など言ってはいけない存在のように感じているかもしれません。アダルトチルドレンが意見が言えないのは、このようなきちんとした理由があるんです。しかもその理由は、たまたま小さい頃の環境が良くなかったということであって、あなたに欠陥や怠慢があったからではありません。意見が言えないからといって、絶対に自分を責めないでください。あなたは悪くありません。でも、意見は言えた方が生きやすいし、自分を犠牲にするのはナンセンスなので、自分を責めるのではなく、変えられるところは変えましょう。では、自己主張できるようになるためには、どこを変えていけばいいのかということですが、意識的な改革だけではなく、時間をかけて自分を育てていく必要もあります。意識的な改革は一番最後のすぐにできることのコーナーに回します。まずは時間をかけて自分を育てることから話します。アダルトチルドレンは心が成長していないので依存心が強い人が多いです。これがいろいろな側面で問題になってくるので、いろいろな動画で触れていますが、自己主張という部門でも依存心が問題になってきます。例えば、病的に依存心が強いと人が怖くなりすぎて、人の顔色ばかり大事にして自分の気持ちや欲求がわからなくなってしまうかもしれません。自分の欲求がわからなければ自己主張のしようがありません。たまに自分の欲求がわからないのに自己主張ができる人ということを周りに印象づけるためだけに何かを強く意見する人がいますが、これは自己主張ではありません。ただの迷惑です。また、自分の欲求や気持ちがはっきりとしてくると、相手の欲求とぶつかることがあります。ぶつかった時に、ノーならノーとはっきり言える人は強い人です。依存心が強い人は、心理的には一人では生きられないという弱みがあります。そこで、自分の欲求より人の顔色を優先してしまいます。強い人の言いなりになり、自己主張から遠ざかります。依存心が克服できていて、自分の欲求がはっきりと分かっている、さらに、その欲求を叶えたいというモチベーションが高くなると、自己主張に近づけます。このようなことから自己主張をするためには依存心を克服する必要があります。また、親に一人の人間として尊重されずに雑に扱われてきた人などは、どこか自分のことを虫けらのような存在と感じていたりします。意見を言うような身分ではないという感じ方です。かつて親に一人の人間として尊重されずに一段下にいるような人間として扱われていたからかもしれません。大人となった今は自分だけ一段低いところにいるわけではありません。自分は他の人と同じ段にいます。他の人が自分の意見を持つように自分だって自分の意見を持つ権利があります。そして見せかけの意見ではなくて本当の自分の意見を持つということはアダルトチルドレンから立ち直る方向へ向きます。そして意見を言うことで自己肯定感は高まり大きく前進します。
自己肯定感が低くて自己主張できない人はもう一つ、自分の意見に自信が持てないので意見を言えないということもあります。時間をかけて自己肯定感を高めていく必要があります。自分を育てるのには時間がかかるので、いきなり全ての人に自己主張ができるようになるというような魔法みたいなことは起こりません。アダルトチルドレンが上手に自己主張できるようになるには、練習が必要だと認識することが大切です。練習の仕方は、相手によって自己主張の難易度は変わります。自己主張の練習は難易度の低い人から始めましょう。例えば、言えない人でもお店の人には言えることがあります。店員は難易度が低いです。他にも、同僚よりは部下の方が難易度は低いです。部下は部下でも何年も働いている部下より新人の方が難易度は低いです。難易度の低い人から少しずつ自分を表現していく練習をしましょう。前回の他人に服従するアダルトチルドレンの直し方の動画で、周りに服従していると憎しみがたまって嫌な性格になり、人間関係がうまくいかなくなり、心や体も蝕むと言いました。不快なことに抗議しない、ノーと言わない、こういうのも憎しみがたまります。これ一回だけのことなら大したことではなくても、ずっとその生き方を続けていると、どんどん体や心を蝕みます。熟睡できなくなります。しかも言えない人はトラブルを避けることが最優先されるので、すべての人に服従している人が多いです。まあこれぐらいならいいやと思った時に、いやちょっと待てよと思考に一拍入れて、ちょっと心理的な負荷がかかっても頑張れば言える相手には、清水の舞台から飛び降りる気持ちで気持ちを伝えるようにしてみてください。なんとか一回できてしまうと、その同じ難易度の人であれば2回目はだいぶ楽になります。そしてその難易度の低い人相手に繰り返し練習をして、心理的な負荷がかからなくなってきたら、もうワンランク上の難易度の人で練習をしましょう。他にも、親との間で自己主張ができないまま大人になった人は、自己主張が怖いだけではなくて、相手の意見を尊重しながら自分の意見も尊重するというスキルが身についていません。多くのアダルトチルドレンは心に傷がありますが、心に傷がある人がスキルがないまま感情だけ言おうとすると喧嘩になりやすいです。傷が痛むので、傷に触れられると我慢ができなくなって怒りやイライラで反応してしまうからです。この無意識の反応を意図的な対応に変える練習が必要です。人は瞬間的に反応してしまうので、冷静に対応などできないと感じる人も多いと思います。では、こういう例を考えてみてください。電車内で自分は座ってスマホをいじっています。自分の前には立っている人がいます。その立っている人が口を押さえずにくしゃみをし、自分の体に飛沫がかかりました。イラッとして相手を睨みつけて、何してんだこらと言おうと思った瞬間に、目の前の人が入れ墨をしたいかにも怖い人だと気づいたら、一瞬で怒っていませんよという顔に変えないでしょうか。人は案外相手を見て怒りをぶつけています。相手が怖い人の場合だけに限らず、
日常生活の中でも怒りのまま自動的に反応するのではなくて、冷静に自分を見つめてから他のもっと良い対応を考える練習が必要です。例えば、子供や部下や慣れ親しんだ恋人など、イライラをぶつけやすい人に対しての対応を考えてみましょう。毅然とした態度でノーということは大切ですが、ノーという自己主張は怒りをぶつけることではありません。毅然とした態度を取ることと攻撃することとは全く別のことです。弱い人にイライラをぶつけて自己主張ができたと解釈するのは間違っています。ノーという自己主張は相手を攻撃するためのものではなくて、相手の困った行動を改めてもらうことです。例えば、子供に抑圧している憎しみやイライラをぶつける親は、正しいことを強く言います。完全に勝つことが目的になっています。だから正しいことを言って子供に逃げ道を与えません。心のわからない親は逃げ道を塞ぐことが正解だと思っていたりします。子供は大人よりも未熟なので間違ったことをいっぱいします。その度に行動の悪いところを丁寧に叱るのではなく、正しいことを強く言って子供の人格を否定し拒絶し逃げ道を塞いでいたら、子供は心を閉ざしておかしくありません。また、アダルト・チルドレンのパートナーなど距離感の近い人への自己主張は、その裏に相手を操作しようとしたり、相手を非難しようとする意図が潜んでしまうことが多いです。あるいは、病的に劣等感が強い人なども、相手の行動ではなく相手の人格を否定しようとしがちです。ノーという自己主張や気持ちを伝える自己主張は、相手の人格を非難したり相手を攻撃することを目的にするのではなくて、相手の困った行動を変えてもらうということを目的にしましょう。怒りをぶつけるのは相手を尊重していません。逆に自分を犠牲にするのは自分の気持ちを尊重していません。相手の意見を尊重しながら自分の意見も尊重するという意識を持ちましょう。親との間で自己主張の練習ができなかった人が、相手を尊重しながら自分の意見も尊重するというスキルは最初から簡単にできるものではありません。そのように意識した上で練習をしましょう。次に上手な自己主張を考えてみましょう。こちらの欲求をすべて満たすように相手に要求することは無理なことです。逆に相手の欲求をすべて満たすことを要求されても無理な話です。今日一日さえ良ければいいのであれば、強引に自分の欲求を通してもいいですが、長期的な視点で考えた場合、ウィンウィンになるようにバランスを取るのが上手な方法です。長期的には一方的に自分が勝ち続けても、あるいは一方的に負け続けても良好な関係にはなりません。バランスを取るには、自分の欲求と相手の欲求との間で対立が起こることがあることをあらかじめ認識しておく必要があります。そして常に相手の気持ちと相手の欲求を理解するように努めましょう。その上で自分の欲求と相手の欲求がずれた時に、自分にとってどうでもいいことであれば、つまり心理的に無理せずに譲れることであれば譲っておいた方が、こちらにとってこれは譲れないというものが手に入りやすくなる可能性が高くなります。こちらにとって譲れないことを主張するときでも、
相手の気持ちと相手の立場を理解することはとても大切なことです。一方的にこうしてほしいと伝えるのではなく、こちらは相手の気持ちや立場も理解し尊重していることを自然な形で相手に分かってもらうのがコツです。あなたがこれをすることはとても大変なことを分かっています。だから何かお返しをしたいというニュアンスです。これがうまくいくとウィンウィンの形が作りやすくなります。病的に依存心が強い人の中には、欲しいものを得るために先に自分の都合で相手に何かを与える人がいます。相手が欲しがっているものというより、自分勝手に自分があげられるものを与えて、これをあげたんだからあなたは私を愛さなければいけませんという自分勝手なマイルールを押し付けてきます。これは味方ではない人からどうやって自分が欲しいものを得るかというのが根底にあります。一方、ウィンウィンを望む人は、味方の人とどうやってお互いにより良い人生にするかというのが根底にあります。似ているように思う人もいるかもしれませんが、全く違います。また、時には譲れないことは譲れないし、言いたくなくても言わなければならないという時もあると思います。でも、ただ自分の欲求を満たすためだけに盲目になって自己主張する時よりも、相手の気持ちと相手の立場を分かった上で自己主張した方がトラブルは減らせます。ではポイントを振り返ります。親に一人の人間として尊重されずに育った人や、親との間で自己主張の練習ができなかった人や、心が成長できるほど十分に愛されなかった人は、自己主張が苦手になるかもしれません。ひどくなると苦手を通り越して全く自己主張ができない人もいます。自己主張をすることを恐れている人はいろいろ勘違いがあります。例えば、相手と意見が違うということを敵対することだと感じているかもしれません。意見が違うことが問題なのではなくて、敵対しているように感じてしまうことが問題です。また、自己肯定感が低くて自分の意見に自信が持てなく自己主張ができない人もいます。このような人は自分の意見が完璧でなければいけないと勘違いしている人が多いです。自己肯定感が低い人はそれをフィルターにして世界を見るから他人を高く評価してしまうんです。そもそも他の人の意見も完璧ではありません。自分の意見が完璧じゃなくても大丈夫です。自分も自己主張していい人間だと思えるように自己肯定感を上げていきましょう。それから依存心を克服していくことも大事です。自己肯定感の上げ方や依存心の克服の仕方は自己肯定感を高めようという再生リストやアダルト・チルドレンの依存心直し方という動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。そして世の中は自己主張ができない人を見下す傾向にあります。自己主張ができないのにはきちんと理由があります。決してあなたが悪いわけではないので自分を責めないでください。でも自分を責めずにやってはいけないことやもっと良くなる方法やできることを考える必要はあります。例えば今まではこうしてほしいと言わずに分かってくれることを切に願っていたんです。言わずに分かってくれれば恐怖には触れずに望んでいるものが手に入るからです。でもこれは無理です。
黙っていたら周りは分かりません。そして自分を犠牲にして生きてきたから憎しみが溜まってどんどん生きづらいパーソナリティになってしまったんです。自分を犠牲にする生き方を続けていたら心はどんどん悪化していきます。どこかで勇気を出す必要があります。難易度の低い人から自己主張をする練習を始めましょう。多くのアダルトチルドレンは意見を言う練習や自分に必要なものを周りにお願いするという練習が家族の中でできていません。そして心理的には一人で生きています。だから味方の人と協力してより良い人生にするという意識がありません。もっとひどくなると相手を敵と感じ、その敵に自分の意見の方が正しいということを喧嘩口調で伝えてしまう人も多いです。もちろん現実問題として相手が敵なのであれば敵として扱う必要がありますが、現実では敵ではない人とコミュニケーションするのであれば相手の意見も尊重しましょう。2人の意見が違ってもどちらか一方が正しくてどちらかが間違っているとは限りません。両方正しいこともあります。自分と意見が違ってもあなたは間違っているので私に合わせなさいではなくて、私の考えとは違うけどあなたの考えていることはわかるという姿勢が大事です。ただこうして欲しいことを言うのではなく、相手を尊重しながら自分の気持ちも尊重する。この姿勢を持ちながら日常生活で自己主張の練習をしてみてください。余裕が出てきたら相手にあなたはこういう気持ちだと思うのですが私の解釈は合っていますかと相手の気持ちを理解したい気持ちを持っていることを自然な形で伝える練習もしてみてください。相手の気持ちと立場を理解し尊重した上で自己主張をすると自分が望んでいるものが手に入りやすくなります。もちろん自己中心的に欲しいものを得ようとしているのではなくてウィンウィンを目指しているというのが大前提です。日常生活の中で練習しようと思っても今はまだ怖くて言えないのであればそれが今の自分です。恐怖の克服はそんな簡単なものではありません。だからその今の自分を責めるのではなくて少しずつ自分を育てていきましょう。そして小さなことでも自分の意見が言えたときはそれを忘れないようにしましょう。自己主張できても意識していないとすぐに忘れて自分は人生の中で一度も自己主張をしていないと感じてしまいます。自分で自分を弱く感じてしまいます。そうならないように自分は意見を言えたぞ、ゆっくりだけど成長しているぞということをはっきりと意識しましょう。ではすぐにできることですが、すぐにできることのコーナーは最近始めたのですが今後作る動画は一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えて終わろうと思っています。今日の内容のすぐにできることはまずは意識面を変える努力をしましょう。例えば心が未成熟の親は自己中心的なので子供の自己主張にストレスを感じます。そこで子供が自分を出すと無視したり嫌な顔をしたり怒ったりします。このような親に育てられた人は意見を言うと嫌がられるし自分は意見など言ってはいけない存在のように感じていてもおかしくありません。でもこれは親との間で身につけた感じ方です。確かにこのような親は自己主張をされるのが嫌なんです。大事なことは
すべての人が自分の親と同じように感じるわけではないということです。人は一人ずつ違います。心が成長している人は自己中心的ではないので、程度の差こそあれ、自分の欲求と相手の欲求のバランスを考えます。バランスを取ろうとしている人にとって自己主張をしない人は扱いづらいです。心が成長していて優しさから周りのために譲っている人は扱いやすいんですが、心が未成熟で自己主張できないけれども心の中では不満になっている人は扱いづらいんです。また自分の欲求と相手の欲求のバランスを考える人たちはお互いに信頼し尊重し合っているので本音をぶつけ合えます。本音を言わないということは相手を信頼していないということです。心を大事に生きている人たちは信頼し合い尊重し合える人が好きです。つまり世の中には自己主張ができなくなった人の親のように自己主張されることが嫌いな人もいるけど、逆に自己主張する人の方が好きな人もいます。まずこのことを頭に入れてください。そして親との間でできた私が意見を言うと相手は怒るという前提を取っ払ってから周りの人をどっちのタイプか観察してみましょう。次に親に対して自己主張できなかった人は練習ができていないのだから自分の主張がわがままなのか正当なことなのかもわからなくなっているかもしれません。また自分がそれを言ったら相手は不快になるのかならないのかがわからないかもしれません。そのような人は自分と相手を入れ替えて考えてみましょう。つまり自分が言おうとしていることを相手が言ってきたらどう感じるかと考えてみましょう。恐怖は強烈な感情なので恐れている人は過度に恐れてしまいます。逆側を考えてみると自分が言われる側なら全く気にしないようなことでも自分が言う場合になるとものすごく恐れていたりします。過度に恐れていることに気づくとだいぶ楽になります。はい、ここまでにします。以前出したアダルトチルドレンは自己主張が苦手直し方という動画では自己主張ができるようになるためにもっと基本的なことを話していますのでそちらも参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さんよかったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。